ようございます。ケンです。今日は先週1週間のテスラのニュースをまとめて振り返りながら、今テスラで本当に何が起きているのか、これを一本の線で整理をしていきたいと思います。まずは結論から言います。先週のテスラは悪材料の週でも規制に追い込まれた週でもありませんでした。テスラの見られ方そのものがはっきりと変わった1週間だったと僕は考えています。販売台数がどうだとか FSD が規制されるらしいとか表面的なニュースだけを追っていると不安になる方も多かったんじゃないかなと思います。でも市場の反応は全く違いました。株価は崩れず、むしろ史上最高値も更新してきました。そしてテスラをどう扱うべきなのかという議論が一段深いレベルに入ったと思います。今日はその理由をテスラオーナーの方にもテスラ株を持っている方にも整理できたと思ってもらえるような解説をしていきたいと思います。まず先週のニュースがなぜ分かりづらかったのか、ここから整理していきましょう。先週は FSD に関する規制の話、販売台数がやや弱いかもしれないという報道、それなのに株価は下がらない。こうした情報が同時に出てきました。人間はネガティブな見出しにどうしても引っ張られます。規制と聞くだけでテスラは止められているのではないかと、そう感じた方もいると思います。ですが、ここで一度立ち止まって考えてみてください。もしテスラがただの自動車メーカーで将来性もそこまでなく使い物にならない技術しか持っていない会社だったとしたら、本当にここまで議論されるでしょうか？答えは多分違います。では、ここからが本題になりますけれども、まず一つ目のポイントは、なぜ今 FSD をめぐって規制や政治の話が出てきているのかです。カリフォルニアでの FSD の表現をめぐる問題、アメリカで FSD を意識した法案の提出、これだけを見ると規制の強化っていうのは逆風に見えます。ですが僕の見方は少し違います。規制というのは危険だから出てくるものではないんです。影響力が無視できなくなった時に初めて本格的に出るものなんです。考えてみてください。誰も使っていないアプリ、誰も注目していない技術、そこにわざわざ法律を作るでしょうか？絶対に作らないですよね。インターネットもスマートフォンも配車アプリも最初は自由に広がり、次に混乱が起きて、最後にルールが作り始められました。今テスラはまさにそのルール作りの入り口に立っているんです。これは止められているサインではないんです。社会に組み込まれ始めたサインなんです。次に株価と市場の反応についてです。先週、販売台数が弱いかもしれないという話が出ました。EV 市場全体が成熟し、どのメーカーも以前ほどの成長率は出せなくなっています。にもかかわらず、テスラの株価は大きく崩れず、むしろ最高値を更新してきました。ここがとても重要になってくるんです。市場はもう今月何台売れたのか、これだけでテスラを見ていないんです。市場が見ているのは将来どこからキャッシュフローが生まれるのかです。その中心にあるのが FSD とロボタクシーです。ロボタクシーって一体じゃあ何なのかと、これを簡単に説明しますと、車を売って終わりではなくって、車が走り続けて収益を生み続けるモデルなんです。1台売って利益を出すのではないんです。1台が何年も稼ぎ続けてくれる、この構造が見えてきたからこそ、市場は販売台数のブレに以前ほど反応しなくなっています。さらに象徴的だったのが、テスラのロボタクシー関連ニュースをきっかけに中国のロボタクシー関連企業の株価まで動いたことです。これはかなり重要なサインなんです。テスラはもはや競争相手の一社ではないんです。業界全体の基準点、ベンチマークになりつつあります。イーロン・マスクさんが一歩進めば世界中の評価が動く。これは過去の自動車メーカーでは起きなかった現象です。では次に事業の中身を見ていきましょう。先週はサイバーキャブ、テスラのセマイ、テスラインシュランス、この3つが実は1本の線でつながりました。まずサイバーキャブです。サイバーキャブは見た目が未来的だとか、ハンドルがあるかないかとか、そういった話が注目されがちですが、本質はそこではありません。重要なのは行動で量産前提の仕様で
複数の場所でテストされているという点になります。つまりこれはプレゼン用の車ではなくって本当に走らせる前提の車なんです。しかも個人が買う前提ではなくってサービスとして動かす前提。テスラはいくらで売るのかではなくってどうやって動かし続けるのか、これを考えているんです。テスラのセマイも同じ構造です。テスラのセマイは単なる電動トラックではないんです。物流、エネルギー、AI、これらをまとめて最適化するための存在なんです。走れば走るほどデータがたまり、効率が上がり、競争力が強くなる。先週、大幅な改良が入ったと示唆されたことは、実験段階を超えて完成形に近づいていることを意味します。個人向け EV で入り口を抑えて、商用分野でインフラに入り込む。これが今のテスラの戦略です。そして少し地味ですけれども、実は非常に重要なのがテスラインシュランスです。フロリダでテスラインシュランスが正式に始まりました。同時にセーフティースコアに異議申し立てができる仕組みが準備されています。これは単なる自動車の保険の話ではありません。テスラは今 AI が人を評価して人が AI を修正するループ、これを現実の社会で回そうとしているんです。セーフティースコアっていうのは急ブレーキだったり運動挙動を数値化し保険料に反映する仕組みです。そこにそれは誤判定ではないかと人が介入できる仕組みを入れる。これはブラックボックスの AI から説明できる AI への進化になっていくんです。この仕組みっていうのは将来の FSD ロボタクシーと直結します。事故が起きた時、責任は誰が負うのか、人なのか AI なのか車なのか、この問題を解くためには判断をデータで切り分ける必要があります。テスラインシュランスはロボタクシー時代の保険モデルの前哨戦なんです。ではここで少し俯瞰して見てみましょう。イギリスではモデル Y とモデル3が EV 市場を完全にリードしています。これは今のキャッシュを生みます。サイバーキャブとテスラのセマイは未来のキャッシュを生みます。FSD をめぐる規制や政治の動きっていうのはその未来が現実になりつつある証拠なんです。これらは全て同時に進んでいます。では、イーロン・マスクさんは何を作ろうとしているのか。それは単なる車ではありません。人の移動、物の移動、エネルギーの流れ、意思決定の一部、これらを AI とソフトウェアで統合するプラットフォームです。だから EV だけを見ると全体の見方っていうのが全然変わってきます。FSD だけを見ても足りないんです。テスラは社会の動きそのものを最適化、これをしようとしているんです。その過程で規制も政治も業界も全て巻き込んでいく。今はまさにその最中なんです。では最後にまとめていきます。先週のテスラで起きたのは不調でも混乱でもありませんでした。社会インフラ企業へ移行する最終段階に入った週です。テスラを EV メーカーとして見るのか、AI とモビリティ、そしてインフラ企業として見ていくのか、この視点の違いでテスラのニュースの意味っていうのは180度変わってくると思いますけれども、皆さんは今テスラをどう見ていますか？この問いを考え続けることがこれからのテスラを理解する一番の近道だと僕は思います。はい、では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。本日は日曜日ですので、テスラのアンケートの結果、これを見ていきたいと思います。先週の結果ですが、テスラ株は先週末は 458.96 ドルで、今週末が 481.2 ドルということで、正解は上がるが正解となっております。では、アンケートの結果を見ていきます。今回は677票いただいております。ありがとうございます。結果ですが、上がると答えられた方が一番多くて 73% で、これらの方が正解となっております。では次にコメントをしてくれた方の結果を見ていきたいと思います。コメントですが5名の方が正解となっております。そして今回3名の方が4週連続正解です。おめでとうございます。プレゼント企画をしていますけれども、初めてパンドラさんが2回目の4週連続正解となっております。素晴らしいです。そして皆さんと大輔斉藤さんが4週連続正解です。パンドラさん、大輔斉藤さん、プレゼントを送りますので LINE の方から連絡の方よろしくお願いいたします。このアンケートですが4週連続正解された方に今
今は社内で使えるカークリーナーをプレゼントしております。ぜひ皆さん参加されてみてください。そしてこちらのアンケートですが、趣旨として2つあります。まずは株式投資の難しさ、これを実感してもらうということです。株式投資は株価予想など色々とあると思いますが、実際に毎週やることでその難しさがわかると思います。そして株式投資で上がるのか下がるのか、それがわかる人なんていないっていうことも実感ベースでわかると思います。しかし、毎週行い、自分はこういった理由から上がると思う、下がると思うと、毎週考えることで、自分の中の分析力も上がると思います。僕の YouTube では、テスラ株投資をされている方も非常に多く視聴されていて、投資をする際には何かしらの根拠や分析を持って投資をすると思います。その時に毎週自分なりの分析をすることは役立つと思います。ぜひ僕の YouTube を通じて毎週このアンケートは行っていますので、分析力アップ、そして他の方のコメントもぜひご覧になってみてください。そうすることでそういった視点もあるのかと勉強になると思います。そしてコメントを通じて参考になるコメントがあったら、いいねボタンを押してあげたり、コメントに返信されたりされてください。そしてコメント欄を通じてご自身の株式投資の勉強の場として活用してもらえればと思います。ということで本日もアンケートしますので、ぜひゲーム感覚でも大丈夫ですので参加されてください。きっとご自身のレベルアップにもつながると思います。締め切りは明日までです。はい。ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。